まずですよ、そもそもどこまで足つけばいいの？立てないときはこう、寝てるとこのつき方です。立てるとこうつきます。足がまっすぐ出るの分かりますか？これだと足が骨盤の関係でこっち出てからこう行くからまっすぐ降りないのよ。ケツの座りの悪い。ケツの座りの悪いと。でね。で、お尻が痛くなっちゃう人。これです。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？ちょっとね、こう、バター帽子というんですか、がなんか飛び交うですね、土手の上でお送りしたいと思います。そしてですね、サムネイルにつられてこの動画を開けた皆様、はじめまして、マサチャンネルと申します。決してサムネイルは釣りではございません。ちゃんとね、説明したいと思います。まあ、とりあえずですね、足つき、非常に重要なことだと思うんですよね。ただ重要であるんですけれども、まあ大して重要じゃないというか何言ってんだお前って思うかもしれないんですよ。僕はですね、クロスカブ JA60 のクロスカブをですね所有しております。その前は JA45 のクロスカブも所有しておりました。その頃からですね、足つき悪いと、ハンターカブ、それからクロスカブも足つき悪い、ローダウンしなきゃ、ローシートつけなきゃみたいな感じの方がたくさんいらっしゃるんですよ。でね、そもそもですよ、僕164センチしかないんですよ。足つかないとも思ったこともないし、今まで乗ってきたバイクで一番やばかったのはね、あれです。V ストローム800。あれやばかった。あれはマジつかなかった。あれはビビった。ビビったけど、まあそういうバイクに限ってすごい操作性がね、良かったりとかするんで、まあこけたりとかはしなかったんですけれども、じゃあ、クロスカブとかハンターカブとかで足つき悪くてローダウンしなきゃって言ってる人って、まあ何が違うのかなっていうところをですね、皆様にお知らせしたいかなと思うんですけども、まずですよ、そもそもどこまで足つけばいいの？ぶっちゃけさ、バイクってさ、片足ついてりゃよくない？別について運転するわけじゃないからさ。確かにコンビニとかこうね、ブって止めて、あ、もうちょっと前行けばよかったなとかっていう時に座ったままでこうパタパタパタって行けたら、それは楽かもしれないよ。だけど、まあ別に降りて押しゃいいだけの話じゃないですか。足つきがいい方がもちろんなんか安心感とかあると思ってるかもしれないけど、もちろんそれもあるとは思いますけど、慣れです、これは。でね、ちょっとまたがっています。で、今日ですね、こちら、レンタルさせていただきました、GSX S1000GX です。シード高は 830mm。割と高いですね。で、しかも、こう見てもらうとわかるんですけど、こう、そんなに、まあ、すごく沈まないわけじゃないけど、オフ車みたいにグーって沈むわけじゃないじゃないですか。だから、足つきが悪いだろうと想像できるわけですよ。じゃあどこまでつけばいいのかなっていうところなんですけど、僕これ今日乗ってですね、あ、意外と足つきいいじゃん。平気じゃんって思ったんですよ。どのくらいつくかちょっと見てください。片足このぐらい。まあ母子球と言われている一番力が入るところがついてますね。で、ちなみにこのバイク、ステップ位置がめちゃくちゃなっていうか、めっちゃ邪魔なのよ。だからステップがあったらその先にこうつくことになるのね。だからより一層足つき悪いんですよ。これがこうだったら大したことないでしょ。だけどここにね、止まるときに置けるかっていうとね、バイクがこう動いてるときにここに置いても、こうなるじゃん。わかる？こう動いてる時にこうつくからこうなるでしょ。じゃあ危ないじゃん、痛いし。だからどうしてもここにつくことになるんだな。
こっちの方がいいのかな。いや、こっちもマフラーにぶつかるからね。やっぱどうしてもここにパッと置くと、ステップの先になるからこんなもん。本当はこのくらいつくのよ。このくらい。830ミリでね。でもちろん830ミリでもシート形状によって非常につきづらいバイクもあります。特にスクーターとか幅広のものはですね、非常につきづらいです。ただ、つかないかって言ったら別にこう、つま先がつけば、だってさ、両足つくとこれもうね、母子球つかないんですよ。で、さらに後ろに座ると、さらにもっとつかないの。今一番後ろに座りましたけど、もうこれだと本当に親指の一番先端部分がこうついてる感じなのね。だけど、こんだけ粘れるのよ、こんだけ。こんだけ。つま先で。で、ちなみにね、じゃあここに座ってもっと母子球ついたからって、もっとこう、楽かって言ったら大したこと変わんないよ、これ。ここでやっても。大して変わんないんだわ。なので、まず、大前提として足つき悪い、ローダウンしなきゃクロスカブとか言ってる人って、足がべったりつかないとダメだと思ってるのかなという感じがするんですね。バイクはべったりつかなくても平気だし、べったりつくもんじゃないっていうふうに、まずは頭のこの回路を変えてください。かわいそう、バイクメーカーが。そんな足ベタベタつくようなバイクなんか作ってないから、レベルとかなら別ですよ。ああいうね、クルーザータイプだったら低いのは分かりますけど、通常のこういうバイクだったらそんな低くで作れないでしょう。片足、両足つくってことも別にあんまないのよ。両足でつきます。そもそも信号待ちでふーって止まる時にね、で止まる人いないでしょ。片足プンじゃないですか。しかもこっちがブレーキだから基本的に左足をこうスッとこうつくはずなんですよ。そしたらね、このくらいでしょ。片足ついてりゃ十分でしょ。まずそこの回路を変えてください。つま先が接地、片足すれば問題ない。両足なんかつく必要ないです。特にクロスカブなんかめっちゃ軽いし、反対側もめっちゃ軽いんで、片足、つま先ぐらいついてりゃ全然問題ないっていう頭の回路をまず1個組み替えてください。そしてです。ここから重要です。同じバイク、ちょっと起こしますけども、ケツの一番座りのいい場所。これね、一番前座ると足つき良くなるんですよ。シート細くなるからね。そんなところに座って乗らないでしょ。こんな細いところ乗ったらお尻痛くなっちゃうし。なんで、自然に一番こう、ケツの座りのいい場所ですね。ケツの座りの悪い場所じゃないんですよ。ケツの座りの悪い。ケツの座りの悪いと。でね、このケツの座りが一番いいところに座った状態で、僕の足つき見てください。これステップの外についてますからね。ここじゃなくて、このくらいついてます。母子球かな。ちょうど母子球が当たるから、もうめっちゃ踏ん張れる。これだったら。っていうところがついてると思います。でね、先ほど言うね、これで足ちょんちょんじゃんって思ったらもう、そういう人はもういいです。ちゃんと踏ん張れるから。で、この状態で、僕、しっかり骨盤がシートに対して垂直になってるの分かりますか？こうじゃないです。こうじゃないですよ。こうです。これは、乗馬される方だったらすごくわかるんですけれども、乗馬ってこうやって乗るんですよ。こうやって。こうじゃないんですよ。こう乗るんですよ。だから女の人が乗りやすいっていう話なんですね。なぜかっていうと、キャン玉がないから。でね、この姿勢じゃない場合にどうなるかって、この足つき見ててくださいね。特にこういうアドベンチャーバイクってハンドルがこんなところにないから、どうしてもちょっとこうそっくり返った感じに乗りやすいじゃないですか。そうすると骨盤がシートに対して後ろに傾きます。こういうことですね。こういうふうに。で、猫背になります。見てください、足。これ限界です。この姿勢だと。極端にやってると思うでしょ。実際自分が、疲れた時でもいいんですけど、
はーって乗ってる時に、ショーウィンドウとかで見てほしい。自分がどういうライディングポジションしてるか。こんな人いっぱいいるからね。こんな人。そしたら、ギリギリだって、つま先、さっき言った母子球はもうつかなくなっちゃうのよ。で、ハンドルもすげえ遠く感じるの。なんか、他の人よりなんか俺ハンドル遠いな。足つき俺悪いな。って思ってる人は、姿勢を見直してください。なので、なんか他の人に比べて、身長大して低くないのに、なんか俺足つき悪いな。ハンドル遠いな。ローダウンしなきゃ、ハンドルバーライザーつけなきゃって言ってる方。その方は、まずは、バイクだどうのっていう前に、自分の骨盤を立てましょう。立てたら、足見てください。立てないときは、こう、寝てるとこのつき方です。立てると、こうつきます。足がまっすぐ出るの分かりますか？これだと、足が、骨盤の関係でこっち出てからこう行くから、まっすぐ降りないのよ。で、シート形状でどうしてもそういう足の付き方になってしまうものもあります。例えばスクーター、先ほど言ったようにね。クロスカブも割とこういう感じになりやすい。だから足つき悪いって言うんですけど、これをしっかりこう立てられれば立ててください。立てたら、足、こうなります。そしてハンドルはめっちゃ近く感じます。胸がメーターにこうちょっと近づくようなイメージ。ここから前にこう倒れるようなイメージ。お腹がタンクにこうつくようなイメージ。このイメージです。足つき見てください。逆パターンやります。ダメな例。ギリギリですよ。でしょ？で、お尻が痛くなっちゃう人。これです。で、なぜこれ痛くなるかっていうと、ここにね、尾てい骨ってあるじゃないですか。で、尾てい骨が設置してるわけじゃないんだけれど、だいたいこういう姿勢で乗ってる人って尾てい骨の付近、要するにこうお尻で言うと結構上の方が痛くなる方が多いです。だけど、こういうふうに、こういう姿勢で乗ってあげると、結構お尻の一番柔らかい部分が設置するんですよ。この一番こう筋肉がある大臀筋のところですね。なので、しっかり骨盤を立てて乗っていただくと。ゲルズアームなんかしてもほとんど効果ないですから、一瞬ですよ、一瞬。例えば1時間で痛くなる人が1時間15分ぐらい乗れるかなみたいな、そういう効果はあると思いますけど、根本的な解決にはなってないですね。それはですね、一度まとめたいと思います。運転自体はつま先が、片足のつま先がつけば全く問題ないです。なので、両足べったりつかなきゃ怖いっていう頭をまず切り替えてください。それから、足が他の人に比べてつかないな、ハンドルが遠いなって思ってる方は、骨盤がシートに対して傾いてます。後傾姿勢っていうやつですね。こっちに。こういうことです。そうすると、見てください。足が今までこのくらいついてたものが後傾姿勢になるとこうなります。ギリギリです。そしてハンドルもすごく遠く感じます。なので骨盤をシートに対して骨盤がどこが垂直かっていうのはこれも本当感覚的なものなんですけど、こういうふうに男の子で言うならキャン玉さんがしっかりシートに押し付けられているようなそういうイメージです。そうするとお腹がタンクにこうつくような感じ、胸がメーターに向かうような感じ、こういう姿勢になります。そうすると見てください。足しっかりつきますし、ハンドルも肘が緩んだ状態でしっかりいいポジションに来るのがわかると思います。で、この姿勢になるとお尻も痛くなりづらい。なぜかというと大臀筋の一番厚いところがお尻とシートが設置するからですね。はい。ということでですね。足つきが悪い。なんで俺足つかないんだろうっていう方ですね。この動画を見てですね、多少その思考能力と、それからシートの座り方ですね。その辺をレクチャーしたので、だいぶこうイメージが変わったかなというふうに思うのと、それからですね、お尻が痛い方。その方もやっぱり先ほどのですね、骨盤立てるっていうのはすごく重要なんですけど、ぶっちゃけ、
根性です。ケツが痛いかどうかは根性です。中腰になって乗ってないよ。ケツ痛かったら。こうやってね。あ、ケツ痛えなって思うじゃん。ケツ痛えな。じゃあこうやって乗ってないよ、こうやって。ケツつけないで。こうやって乗るしかないよ。そういうもんなのよ、バイクってね。長距離乗れる、乗れない。そういったのもね、まずは、いい姿勢で乗るってこと。その先はいい姿勢で乗ってたら、もう、根性です。ゲルザブ、使うのもいいでしょう。ただ、使えばわかります。根本的な解決にはならないです。まずは姿勢を見直してですね、いい方向に向かえばいいんじゃないかなと。マサチャンネルはですね、この動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いします。こちらのですね、レンタルバイク、レビューの方をさせていただいたレンタル車両なんですけども、1台、買いの2万します。助けてください。わずかなですね、広告収入が助かっております。ぜひ、マサチャンネルを助けると思って、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、マサチャンネルこれにて、失礼いたします。さようなら。